スペイン第2の都市、バルセロナから、おはようございます。今日のゆっくり歌劇団は、スペイン国鉄ご自慢の高速列車、アベに乗車します。せっかくバルセロナに来たのに、観光しないのって？僕たちは、鉄道の紹介がしたいですから、そういうのはやらないんですよ。本当は？実はこの時、サグラダ・ファミリア大聖堂をはじめ、めぼしい観光スポットが、諸事情で急遽閉鎖されてたんです。さて気を取り直して、本日これから乗ってみる列車、アベとは、スペインの高速鉄道こと、アルタベロチダッド・エスパニョーラの頭文字を取ったもの。それとは別に、アベという単語自体は、スペイン語で、鳥を意味する。正式名称と略称に、二つの意味があって、難しく感じるかもしれないが、日本のもので言えば、スーパーアーバン、インテリジェントカードの頭文字を取って、スイカと名付けているのと同じ、と思えば、理解しやすいかもしれない。スペインの高速鉄道は、種別ごとに、いくつかの名前がある。このうちアベは、首都のマドリードを中心に、各地の大都市間を走る、長距離速達列車だ。日本で言えば、のぞみと光、はやぶさ、輝きなどに相当する。それでは早速、気になる列車とご対面、と行きたいところですが、今回はそう簡単ではありません。なぜならこの国の高速鉄道は、警備が厳しく、乗車時刻まで、車両に近づくことすらできないからです。日本の 1.3 倍もの、広大な国土を有する国、スペイン。ここは、西欧とアフリカとが交流する地点であり、昔から、様々な民族、文化が入り混じりながら発展した国でした。時代によっては、異なる宗教を持つ民族が、国を支配し、大航海時代以降は、世界各地に抱えた植民地からも、人々が移り住んでいます。スペインといえば、みんな陽気で明るい国、というイメージが強いですが、歴史や宗教、民族間の問題が複雑に絡み合い、国の中は意外にも、ドロドロしてるんです。その背景もあって、国の重要な輸送手段である鉄道は、近年まで、軍事施設と同じ扱いでした。現在は、少しずつ緩和されつつあるものの、長い間、車両や駅、線路などが、撮影禁止だったんです。とりわけ、私たちがスペインを訪れた時期、バルセロナでは、スペインからの独立をめぐって、住民が、突発的かつ、大規模な抗議デモを繰り返していました。そのため、高速列車の発着駅には、入り口から構内まで、至るところで、機動隊が目を光らせていたのです。この騒動がなくても、スペインの高速鉄道は、乗車の手順が、日本やドイツのように、簡単ではありません。まず、自分が乗る列車の、出発ホームを確認したら、手荷物の、X 線検査を受けます。この時、一度、検査場の係員に、切符を見せる必要があります。また、ホームにつながる階段は、所定の時間まで封鎖されていますので、再度乗車の案内があるまで、中の待合スペースで待機します。そして、列車に乗る直前、カウンターで、もう一度、乗車券のチェックを受けてから、ようやくホームに降りられるのです。それに加えてこの日は、手荷物検査場の周囲に、バリケードが築かれていたため、見張りの機動隊員にも、切符を見せて、中に入れてもらう必要もありました。なんか愛ちゃんが、ややこしく言ってるけど、要は、飛行機に乗るのと同じ手順です。でも実際、乗車までに時間がかかるので、発車のおよそ30分前までに荷物検査まで済ませるのがいいと思います。それから、検査があるのは、持ち込みの手荷物だけで、体を調べる、金属探知機のゲートはありませんでした。いきなり、今までの列車にない、緊張感のある手続きの連続でしたが、制限エリアに入ってしまえば、中はゆったりした雰囲気です。カフェもあるんで、コーヒーとケーキで、一息つくのもありだよな。でもゆっくりさん、今日は乗ったら車内で、そうだった、我慢。それでは時間を一気に飛び越えて、ホームに行ってみましょう。本当は、乗車券チェックの様子もお見せしたかったんですが、カウンターのすぐ横に、手荷物検査場があり、規則上、カメラを回せなかったんです。皆様の、ご理解とご協力を強制いたします。さて、気になる車両だが、あの孤独なシルエットは、紛れもなく、昨日乗れなかった、セリエ100型じゃないか。
GGV が元になってるやつですね。いや、それは、僕たちの乗る列車より、一本前のやつ。乗るのは反対側にいる車両だよ。反対。撮影係、動揺するんじゃない？カメラが下向いちゃってるよ。私たちが乗る車両は、スペイン国鉄、レンフェのフラッグシップ、セリエ103型だった。今こんな姿でカメラを回してる人の、スペイン版である。番号の前の、セリエ、というのは、スペインで、車両の形式を表す単語です。英語で言う、シリーズだから、型より、形、の方が、意味が近いかもしれません。ということは、セリエ103は、スペインの103系ってことか。つまり、西の103。酷使されて、想定外に、長生きしそうな名前ですね。それはともかくとして、このセリエ103の最高速度は、設計上で、時速350キロ。ベース車両の ICE3 より速く、モーターの出力が1割ほど増加している。とは言っても、外観は、赤いラインが紫に変わった程度、かな？いやー、よく見ると、細かい部分が、かなり違いますよ。この赤い印は何でしょう？緊急脱出口のマークですね。あまり考えたくないことですが、車両が横転したり、通常のドアが使えないような事態が起きた時、外の救助隊に、ここを破壊して侵入するよう知らせてるんです。他にも違いを見つけちゃいました。カフェテリア車両の、業務用ドアか。わかりましたか？当たり前だろ。何年愛さんを見てると思ってるんだ。この車両の元になった ICE3 は、売店兼食堂車の側面中央に小型の搬入口が設置されている。それに対し、103型は、車体の端に場所が変わっているのだ。これは、内部の設備による違いです。両車とも、搬入ドアは、調理スペースの裏手に来るように配置されます。ベース車両のICE3 さんは、片側がレストラン、厨房を挟んで反対側が、売店と立食スタンドになっている構造なので、中寄りにドアが設けられています。外観は、小型のドアを挟んで、前後両方に窓があるのが特徴ですね。一方この子は、座って食事ができる場所を省いた代わりに、スタンドのスペースを大きく取り、売店が端に寄せられています。これに合わせて、業務用ドアの位置も変化してるんですよ。車端部のロゴが書かれている場所は、機械室なので、ドアの片側にしか窓がないのも、大きな違いです。もう一つの相違点は、行き先表示器です。ドイツのオリジナル車両は、文字を赤い LED で表示していましたが、下地が黒いので、周囲が明るいと、表示内容が見えにくくなる問題がありました。もちろんこれでは、日差しのきついスペインでは、役に立ちません。ですから、見やすい黄色にした、実用的なものに変更しているのです。とりあえず、外観で気がついた点は、これぐらいかな？他にもあると思いますけど、出発時間が迫ってますし、残りの観察は、降りてからにしましょう。それではお待ちかねの、乗車タイムです。私たちの席は、一番端の、1号車なんですけど、セリエ103の先頭車は、ホームの立ち入り禁止エリアを越えた先に、ドアがあるんです。バルセロナ駅は、ホーム上の警備も厳しいので、変なところで長居はせず、さっさと乗り込んじゃいました。お顔は終点に着いてから、じっくり拝みます。ドイツの愛ちゃんと、スペインの、セリエ103型は、車体の大まかなデザインこそ似通ってますけど、一歩中に入ると、完全に別世界です。デッキは、色の使い方から構造まで、まるっきり違います。ICE3 の先頭車は、客室の空間を、できるだけ広く取った構造です。ドアのすぐ横から座席が並べられ、それ以外は何もありません。先頭車両の設備は、出入り口と座席のみ、と割り切った作りなんです。対して、この車両は、ドアのすぐ後ろに、お手洗いと、荷物置き場が設置されています。あと、靴磨き機もありますね。こういった設備を設けたため、外から見ると、窓の始まる位置が、少し後方にずらされているんです。そういえば、セリエ103の先頭車両は、後ろも後ろで、余白みたいなスペースがあるんだよな。愛さんは、2両目付近まで窓が続いてるのに、こっちは大きくロゴが書けるぐらい、窓が少ないんだ。その謎を確かめるには、奥に進むしかないですね。
デッキは大幅な変更があったけれど、客室のデザインは、あんまり変わりないな。ガラスとメッキ、それから、気を使った、いつもの ICE だ。でも、静かにクラシックの BGM が流れていたり、照明が温かみのある、電球色だったり、今まで乗った、実用重視の列車とは、雰囲気が全然違います。天井に据え付けられた、液晶モニターも、存在感がありますね。これも、i3 にない設備だよな。ただし、そのモニターは、DVD プレイヤーと連動しているだけなので、路線の情報や、乗り換えの案内を表示する機能はありません。次の停車駅、走行速度といった情報は、横に移設された、LED タイプの表示器で流します。それから、セリエ103型は、ヨーロッパでは異色の存在の、回転式シートを採用しているのが、大きな特徴です。ICE は、向きが固定された、集団見合い配置なので、半数の座席が後ろ向きになっちゃうんですが、安倍は、壁際以外の席なら、進行方向を向いて座れるんです。この変更に伴い、ICE では、座面の脇にあったコンセントが、椅子の土台部分に移動しました。京成スカイライナーなどと同じ位置、といえばわかりやすいだろうか。ということは、どうした？やっぱり、思った通りだ。コンセントは、椅子の向きに関わらず使えるよう、足の前後に装着されている。なので、座っている席の直下と、前の席の下に、それぞれ電源が配置されてるんだよ。気づきにくいが、1席あたり、2つのコンセントが使えてしまうんだ。さらに、テーブルは、左右の両端が開き、必要に応じて拡張できる仕組みにもなっている。でもこれ、変だと思いませんか？折りたたんだ状態でも、パソコンぐらいなら問題なく置ける広さなのに、さらに大きくする必要性があるのでしょうか？その答えが、先頭車両後部にある、謎の空間です。業務用のスペース、だな。ステンレス製の棚が並んでて、なんだか、キッチンみたいじゃないかー。白々しく言わなくても、知ってるでしょ？この列車の一等席には、食事のサービスがあるって、ここは、その準備室なんだよ。食事は、一席ずつ、大きなトレイで運ばれてきますから。それを安定しておけるよう、座席はテーブルの幅を広くしているんです。それにしてもすごいですね。ここまで調理室が本格的な設備だと、だいぶ期待しちゃいます。ただでさえ、ご飯が美味しいスペインだしな。しかし、セリエ103は、こうしたサービススペースに場所を割いているので、先頭車両の定員は少なく、38名しかありません。確かに、客室の長さは短い気がする。i3 の先頭車両は、何席だっけ？ここと同じ、単電源の一等席車両なら、50席です。普通席側、一等席側ともに、10席以上多いですね。セリエ103は、普通席を置いている、逆側の先頭車両も、ドアの後ろに、お手洗いと荷物スペースが追加されているので、ICE 版より、座席数が少ないんですよ。実際に見てみると、違うところだらけですね。本当に、似てるのは、車体だけなんだよ。それでは、時間になったようです。マドリードに向けて、出発Ladies and gentlemen, welcome on board this train bound for Madrid, Puerta de Atocha. During the journey, intermediate stops will be announced. The crew will be happy to assist you and on behalf of Renfe we wish you a pleasant journey. On today's program, we will be showing a movie. During the journey, the crew will be この子、自動放送があるんだ。でもモーター音は一緒だな。ようやく、i3 と同じ車両なんだって実感が湧いたよ。本当は、車内放送の前に、ICE にはない、チャイムまであります。じゃあ、なんで入れてないのかって？撮影係の i さんが、取りそびれたんですよ。だって、ホームは地下だし、しばらくトンネルだから、車窓の撮影は、まだいいかなーって、いきなりチャイムと自動放送があるとは、予想外でした。やがて列車は、市街の近く間を抜け、速度を上げながら、地上を走り始めます。この頃になると、車内の案内も終わり、一等席では、新聞と雑誌、それに、モニターの音声を聞くためのイヤホンが、各席に配られます。その他に、この日は、プロモーションとして、エスプレッソのカプセルまでいただきました。お土産をくれる列車なんて、初めてだぞ。
さて、ここで改めて、スペインのフラッグシップ列車、アベと、このセリエ103型について、詳しくお話ししていきましょう。スペイン国鉄の最速列車であるアベは、現在、3種類の専用車両で運転されています。どれも、最高時速300キロ以上の性能を有する、高性能な車両ばかりです。まず、初代のアベ、そして、スペイン初の高速列車として導入されたのが、セリエ100型です。先ほどバルセロナで、反対側のホームにいた列車ですね。セリエ100型は、フランスの TGV を元にした車両で、アベでは唯一、隣の国にも顔を出す、国際専用車両としても活躍しています。続いて登場したのが、ちょっと奇妙な外観を持つ、セリエ102型です。スペイン第2の都市、バルセロナと、首都のマドリードを結ぶ、高速線の開通に合わせてデビューしました。そして、3番目の専用車両が、ドイツの ICE3 を元にした、セリエ103型です。この車両だけ、先頭に機関車がなく、新幹線と同じ、動力分散式を採用しています。先頭から最後尾まで、すべての車両に座席を配置でき、定員は、400人以上。アベ専用列車の中で、最も輸送力が大きいことから、102型にとって代わり、バルセロナ、マドリード間の幹線を、主に任されるようになりました。この区間を走る103型は、途中無停車か、多くても2駅しか止まらない、速達列車に使われます。この列車も、ちょうど中間地点にある、サラゴサ、という町にのみ停車をします。ちなみに、さっきバルセロナで見た、セリエ100型も、同じマドリード駅でしたが、途中、3カ所の駅に停車する運用を担当していました。座席は、どの車種も、普通席と、一等席の2種類です。それぞれ、プリスタ、プレフェレンテという名前が付けられています。以前は、特等席、クルブ、という席もありましたが、2013年で廃止されてしまいました。103型では、先頭の1号車に、特別クラスが割り当てられていて、シートの生地が、革張りになっているなどの差が付けられていたそうです。運転席の後ろの部分には、専用の会議室まで設けられていたんです。でも、鉄道車両と会議室の相性の悪さは、スペインでも例外でなく、実際には、ほとんど使われることがありませんでした。そのため、現在の2クラス制に変更された際に、通常の客席に改装されています。あれ、セリエ103の1号車って、この車両じゃない。確かに座席は革張りだな。それで納得いきました。ここは元特等席だったから、妙に高級感があったり、定員が少なかったんですね。あ、なるほど。だから、でっかくて本格的な調理室が、1号車と2号車の間を遮るように配置されてたのか。業務用スペースを挟むことで、後ろの車両のお客さんが、特等席の室内に行きにくくしてたんだな。配置の話が出たついでに、もう少し、車内のレイアウトについてお話ししましょう。ICE3 は、普通席車両が5両、一等席が2両、そして食堂車の8両で構成しています。それに対し、103型は、同じ8両編成ながら、普通席が4両、上級座席が3両、それから、カフェテリア車両を連結しています。こちらの普通席は、車両が1両分少ないので、ICE より75席も減少しています。しかし、一等席では、ICE にあった、個室を廃止。一つの大きな客室に、すべての座席を置く、オープン客室にすることで、一等中間車は逆に、座席が増加しました。この埋め合わせにより、ICE3 とセリエ103との合計座席数の差は、50席程度に抑えられています。それから、発車前にも触れましたが、103型の大きな特徴が、回転できる座席です。ドイツはもちろんのこと、フランスやスイスなど、ヨーロッパの主要な国の特急は、座席がすべて固定式です。回転式のシートは、転換のためのスペースが必要なので、どうしても1両あたりの座席数が限られてしまいます。その上、列車の中には、食堂車や売店を連結していますし、近年は、バリアフリー施設や、スーツケース置き場など、必要ながらも、場所を取る設備が増えています。なので、鉄道会社は、座席を置けるところになるべく多くの席を詰め込んで、定員を稼いでおきたいんです。
それに、進行方向を入れ替えて発車する、行き止まり式の駅が多く、2、3時間おきに、列車の前後が切り替わること。長年、向かい合わせ配置の、個室車両が主流だったので、お客さんも、後ろ向きの座席の存在に、抵抗が少ないとも言われています。けれど、スペインの鉄道は、首都マドリードから、線路が放射状に建設されていた関係で、終点まで、ほとんど進行方向を変えることがありません。ですのでこの国では、昔から、向きを変えられる座席が、積極的に採用されていました。この流れを組んで、103型にも、回転式座席の搭載が要望されます。そこでメーカーは、車内設備の配置を見直し、スーツケース置き場、機械室といった、シート以外の設備を、一箇所にまとめることで、座席数を極力減らさず、回転できるスペースを確保しました。ドイツ版は、これらが分散してて、意外と内部がごちゃごちゃしてたんですよ。もう一点、この列車が、スペインの鉄道事情に合わせて強化されたのが、車両の通信機能です。この国は、国土が広大なので、都市同士が、数百キロも離れています。そればかりでなく、人口密度が低いゆえに、都市圏を出れば、線路の周りは何もなく、駅は愚か、車両の修理ができる、町や施設がありません。そんな環境の中を、列車たちは、長い距離、連続して、高速走行をしなければならないんです。この難題をクリアするため、車体の各所にあるセンサーを、大幅に増やし、集めたデータを、即座にメンテナンスセンターへ送るようにしました。車両の状態は、常に監視されていますので、故障の兆候が見られたら、異常が起きる前に、いち早く対策の整備を行います。現代では、通勤電車にまで普及し、標準になりつつある機能ですが、安倍の登場当初は、画期的なシステムでした。これを可能にするため、103型は、山間部や平野でも、大容量のデータを高速で送受信できる、強力な通信設備を持っているのです。合わせて、在来線が干渉しない、高速列車専用の線路を走ることと、余裕を持ったダイヤを組んでいることで、安倍は、極めて高い、定時運行率を実現しました。ラテンの国の鉄道なのに、意外と真面目なんですよね。愛ちゃんの姉妹だし、もっとルーズなのかと思ってました。だいぶ中身が違うので、姉妹というより、いとこって感じでしょうか。それより銀ちゃん、ルーズってどういう意味？とりあえず今回は、安倍とセリエ103の、表面的で、いいところをさらっとお話ししてきましたが、そればかりではありません。複雑なスペインの歴史のように、実は、車両も鉄道も、広い大地と、様々な情勢に翻弄されてきました。この件は、ちょっと長くなるので、次の動画に持ち越したいと思います。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。しかし、このコーセリエ103って呼ぶのも、いちいち面倒だな。i さんで言えば、毎回、BR403 型って言ってるようなもんだから。確かに、ICE は、車種ごとに名前が違うから、愛称でも区別がつけられるけど、安倍はそういうのがないんだよね。じゃあそしたら、スペインにいる、愛ちゃんのいとこで、103だから。いとこの、みっちゃん。